手書きでつけていた体重のグラフが今年の6月31日で終わっている瀬戸正樹です。お久しぶりです。6月には31日ってないんですよね。30日までなんですよ、6月って。本当に意味がわかりません。皆さんいかがお過ごしでしょうか。字幕ありの映像バージョンが Spotify と YouTube でご覧いただけます。今回はコンビニに行った時の映像です。話している内容とは全く関係ございませんので、音声だけの方もご安心ください。ちなみに今日、体調が悪くて声がガスガスでございます。だからといって何だったわけじゃないんですが、ガスガスだなと思いながら、聞いていただくほかないということでご了承ください。まずですね、ソーシャルメディア、SNS、今年の11月末、今11月25日なんで、あと5日間ぐらいなんですけども、の間に、私は瀬戸正樹名義で、使っているアカウントをすべて利用をやめます。X、ブルースカイ、スレッズ、インスタグラムとかですね。個人的に普通に昔の友達とかともつながってるようなやつはそのまま使うんですけど、ライターとして批評家としてみたいな感じでやってるアカウントは全部更新を止めます。ね、前々からずっとそれやりたいなって思っていて、ただフォロワー数がもったいないなとかって思ってたんですよね。ツイッターなんかは結構フォロワー数7000、8000ぐらいの人数がいたので、なんかの時にね、宣伝したいなとかって思った時、いつか自分が本出すかもしんないし、みたいなことを思ってできなかったんですが、ニュースレターの方でね、今何百人かなの、登録者数がいて、他にも、このポッドキャストもですね、いろんなApple とか Spotify とか合わせると100ぐらいの登録者数がいて、で YouTube も何千人だったかな。いるので、その中の全員がね、ちゃんとこう全部のコンテンツに目を通してくれるかっていうのはそういうわけじゃないんですけども、でも別に Twitter だけに頼ってたわけでもないのかもしれないな、意外とっていうふうに、どうしてもね Twitter がネットの全てのような感じがしてしまっていた人も多いと思うし、私もそうだった気がするんですけど、結構しばらくの間そうでもないかもなっていうのを最近思って、もういいやと思って、ニュースレター、ポッドキャスト、YouTube、もしかしたらば TikTok、TikTok やるとしたらば英語、社会派英会話っていうテーマでやってるんですけど、それ専用として使うかもしれないけれども、とにかくそういうものだけ、文字で打ち込んだりとか写真を投稿したりみたいなことはやめようかなというふうに思っております。文章と映像と音声のみにしようかなというふうに思っております。11月末、あと5日間ですね。卒業が決まっている、学校の教室にいるような感じで過ごしております。ちょっと心名残惜しいけれども、でも卒業だからね、悪いことじゃないと思ってそのまんま去っていきたいと思います。で、ポッドキャストについてなんですが、これとはまた別に友達とポッドキャスト始めようかなと思っております。その辺もアナウンスできる状態になったらばアナウンスしますのでお楽しみになさっててください。あとですね、前々からやりたい企画があるんですよ。これ映像の企画なんですけど、クイアな人、トランス、レズビアンとか、バイセクシャルとか、ゲイもそうですね。あとパンセクシャルとか、あとは、オムニセクシャルもありますし、いろいろありますわな。アセクシャルとかアロマンティックとかその辺も含めてですね、でいろんなクイアの人たちの、住んでいるところとか、あとは仕事とか、あるいは社会運動とかわかんないけど、その人たちが日々過ごすような場所、街とかに行って一緒に街ぶらしたりする映像で、それをその映像を出しながら、インタビューみたいな音声がこう流れてるような、インタビューの映像ももちろん含まれるんですけども、っていうような感じで、Vlog 的な、音声だけ切り出して、ポッドキャストにすることもできるかなと思ってるんですが、そうなので、顔出しができる、顔出し必ずしもしなくてもいいかもしれないなと思ってるんですが、顔出しができる人の方がいいのかなっていうのはちょっとあります。
なんでかっていうとですね、この間、ニュースレターにも書いたんですけど、想像する力、意志っていうのが最近は本当に欠落してるよねっていう、私も含めてみんなそうだと思うんですけど、自分の目の前にこう提示されてない情報、自分が手に入れやすくない情報っていうのを、昔だったら多分こう想像して補うっていうのが普通だったと思うんですよね。それが今、なんかもう情報があまりにも多いから、書いてないこと、載ってないものっていうのは存在しないみたいな風に、例えば差別が、これは差別だとか、こういう差別があるとかっていう風にしても、あとこういうハラスメントがあったとかにしても、なんか出てきてない部分は知らないよね。そこは想像するしかないよねっていう感じじゃなくて、出てきてないものは無視していいみたいな、出てきたものだけが信じるに値する信じるに値するものだみたいな。なんか、そういう感覚が少しやっぱりこの高速インターネットの時代だからかもしれないけども、すごく根付いてるなと思ってて。私は想像する力とか意志っていうのをすごい大事だなっていう最近特に思ってるので、で、それ、じゃあ顔出さなくてもいいんじゃないって話なんだけど、じゃなくて、想像する力って、なんつったらいいんだろうな。思いもしなかった部分を見せられた経験によって醸成されると思うのね。例えばフィクションの小説とかを読んだりとか、全然知らないドキュメンタリー、全然知らないトピックとか、全然知らない、例えば、先住民の人たちについてのドキュメンタリーを見るとか、そういうなんかこう、自分の知らなかったものっていうのを思いっきり見せられることによって、こう想像する力っていうのは生まれるんじゃないかなというふうにちょっと思うのね。それは人それぞれというか考え方次第だと思うからあれなんだけど、私はやっぱそういうのって大事だなと思ってて、なんて言ったらいいんだろうな。自分が知ってることなんてほんの一握りでしかないっていうことを認識した経験っていうのがあるといいなっていうふうに思ってて。なので、そのさっきの街ブラとかインタビューみたいなやつやりたいなと思う。なんでかっていうと、例えばね、例えばトランスジェンダーの女性、トランス女性と言われますね、今ね。トランス女性を、例えばね、女性に見えるかどうかとか、女性スペースから排除するべきかどうかみたいな、そういう視線とか議論の対象としてしか見なくても別に構わないみたいなシスジェンダー中心主義みたいなのがあるじゃないですか。で、それにね、私はね、もう本当に対抗していきたい。トランスであることも一側面として重要な部分かもしれないけども、他にもいくらでもいろんな部分があって、その人には。で、うちらの社会の中で、その辺で生きてる人間なんですよということを、もっとね、私たちはね、直視しなければいけないというふうに思っていて。で、それの一つの表し方、それの一つのこう、示し方として、街ブラしたりとか、普通に話したりとか、その人が好きな、例えばよく行く雑貨屋さんとかでもいいし、週に1回必ずカラオケ行ってるんですよ、みたいな。そういう話でもいいし、その人の生活人生っていうものをもうちょっとこう、相対的に、多角的に見るみたいな企画ができたらいいなというふうに思っております。いつ頃やり始められるかちょっとわかんないんですが、今検討しているところです。というわけで、検討しているところですみたいな話ばっかりで何もアナウンスできてもないんですけど、ただ直近では来年の頭あたりにちょっとね、運動論、これからの LGBTQ+ 運動みたいなテーマで活動家の知り合いとかを誘ってイベントをやりたいなと思ってるので、その辺は、アナウンスできるようになったらすぐにアナウンスしたいと思っております。どうぞお楽しみになさってくださいっていう、アナウンスしますしか言ってないので、何の情報もない状態なんですが、ぜひぜひ、これからもポッドキャスト、YouTube などなどよろしくお願いいたします。ソーシャルメディアではバイバイですけれども。というわけで今日もありがとうございました。みんな、明日も生きようね。ではでは。